こんにちは、東京ベチライフのなつきです。今日はオンラインクラスの始め方について、私が実際にオンラインクラスを始めてみて学んだことをシェアしていきます。今日はオンラインクラスの始め方について、大まかなステップをご紹介して、あとあまり機械とかネットに詳しくない方向けにもっと細かい詳細をご説明するオンライン講義を27日、来週の土曜日の午前11時から行います。その講義の詳細は動画の最後でお伝えしますので、ぜひ最後まで動画を見てください。今日は必要最低限の予算で、でも投資をするところは投資をして、コストをかけるところはコストをかけて、クオリティの高いオンラインクラスを始める方法を紹介していきます。で、私の場合はクッキングクラスを始めたんですけれども、クッキングクラスに限らずに、ヨガとかダンスとか手芸とかレクチャーとかいろいろなオンラインクラスに当てはまる内容だと思います。で、クオリティの高いオンラインクラスっていうのは、クラスの内容はもちろん大事だと思うんですが、見ている生徒さんがどれくらい見やすいか、ストレスなくクラスの内容をフォローして理解できるかっていうのが重要だと思います。なぜかっていうと、やっぱりただオンラインクラスをするだけであれば、Zoom があってスマホがあれば誰でもできてしまうので、実際にオンラインクラスっていうのはたくさん今存在していて、例えばお料理教室は以前であれば仕事帰りに行きやすい場所であったり、自宅から近い場所であったり、そういったロケーションである程度生徒さんを取り込むことができたんですね。で、今はというと、オンラインでお料理教室をやっている先生もたくさんいますし、場所の制限がないので、生徒さんにとっては本当に選択肢がたくさんある状況です。やっぱりその中で選んでもらうためには、普段のお教室だったら生徒さんが来てくれていたからとか、お教室の内容に自信があるからとか、それだけでは十分ではないんですね。まずは撮影場所、家でやるのか、スタジオを借りてやるのか、家でやるのであればどの部屋でどのアングルから撮影するのか、そういったことをしっかりと考える必要があります。で、家でやる場合に背景にいろいろなものが散らかっていたりとか、変なポスターが貼ってあったりとか、そういうことがないようにしっかりと準備することも重要です。やっぱり散らかっていたりとか、生活感がもう満載な空間だと、先生としてのプロ意識がやっぱり見ている方はあまり感じられないですし、生徒さんもいい気分がしないと思うんですね。で、あと場所を選ぶときに通信環境はとても重要です。こういった iPhone などでクラスをする場合もしっかりとした Wi-Fi があることが必須です。あとはクラスの内容によっては、例えばクッキングクラスであれば火が使える環境だったり、水が使える環境だったり、そういうことが必要になってきますし、あとはダンスやヨガのクラスであれば全身がしっかりと映る必要があるので、立っていても体全体を映すためには結構カメラを体から離さないといけないので、それくらい広い空間が必要になります。あとレクチャーなどであれば、パワーポイントのプレゼンテーションだけではなくて、必要に応じて図を書いて説明をしたりするのにホワイトボードなどが必要かもしれません。そういう必要なものや必要条件を自分の中でしっかりと整理をして、それらが全て揃った場所を確保しましょう。私のオンラインクッキングクラスでは、こういった形でいろいろ説明するとき用の正面のカメラ1、お鍋の中を撮るカメラ2、あと手元を撮るカメラのカメラ3の3台のセットアップにしています。ヨガやダンス教室でもやっぱり正面からだと分かりにくい動きだったりポーズだったりとかもあると思うので、横からのアングルからも見えた方が絶対いいと思います。あとはレクチャーのクラスであっても、ホワイトボードと先生と全体像を映すカメラが1台と、あとは先生のアップだけを映すカメラが1台で2台あった方がいいと思います。なぜかというと、やっぱり同じアングルの映像をずっと見ているとすぐ人間というのは飽きてしまうんですね。これも私が YouTube の動画を作りながら学んだことで、一人で1台のカメラで撮影をしている時もいろいろなアングルから一コマ一コマ撮影をして、で後で編集をして動画を作っています。で、そうしないとやっぱりすぐに飽きられてしまうんですね。オンラインクラスっていうのはやっぱりただでさえ集中が切れやすいんですね。ちょっと見ながらスマホをチェックしちゃったりとか、トイレに行ったり飲み物を取りに行ったり、なので生徒さんをしっかりと画面に引きつけて飽きさせないという仕掛けが必要だと思います。
そんなにたくさんのカメラを用意する余裕がないっていう方は、例えば自分のスマホをメインのカメラとして使用するのであれば、家族のスマホをそのクラスの時だけちょっとお借りするとか、iPad とかパソコンのウェブカムを一緒に使用するとか、撮影用にカメラ性能の高い、スマホだったりウェブカムを1台購入するのもいいと思います。私は YouTube の撮影用に使っているデジタル一眼2台と、あとは自分の iPhone を加えて3台でやっています。複数のカメラを使ってシームレスに画面の切り替えをするために私が使っているのがこちらの ATEM mini です。こちらの ATEM mini は4台のカメラを接続することができて、画面を簡単に切り替えるだけではなくて、こういったトランジションを入れることもできます。あとはこういった画像を入れたり、こちらのレシピもそうですね。でこういった、ピクチャーインピクチャーといってカメラを2台、同じ画面に映したりすることもできます。カメラ以外にもこういった感じで PC につなげて画面を共有することもできます。ATEM mini は本当にいろいろなことができる機械なんですけれども、詳しい ATEM mini のセットアップの仕方は来週の講義で説明したいと思います。ATEM mini は4万円くらいするんですけれども、本当に使い方はシンプルで、テック系ではない私の旦那さんもちゃんと使えています。やっぱりこういった装置があるとないとではオンラインクラスのクオリティに差が出てくると思うんですね。やっぱりプロの先生として有料で何かを教えるのであれば、やっぱりその伝え方、セットアップっていうのもしっかりと考えた方がいいというのが私の考えです。あと ATEM mini もそうなんですけれども、有料のクラスとして提供するからにはそれなりの必要最低限のコストをかけた方がいいと思います。クラスの配信方法として全くお金をかけたくないのであれば、例えばインスタグラムとか Facebook のプライベートグループを作って、お金を払ってくれた方だけそのグループに招待してとか、あとは無料の Zoom アカウントを使って、クラスを配信するという方法もあると思います。でもそうすると、例えば SNS のプライベートグループであれば、クラスごとに参加できる人を分けるっていうことができなかったり、あと Zoom の無料アカウントであれば40分の制限がかかってしまうので、有料のクラスをするのであれば、きちんと配信にもお金をかけた方がいいと思います。私は Zoom の月2000円の有料アカウントを使って、Zoom でクラスをやっているんですけれども、YouTube や Facebook でライブをすると結構タイムラグがあるんですけど、Zoom だとそういったタイムラグがほとんどないですし、あとは生徒さんの通信環境にもよると思うんですけれども、画質もそんなに悪くなくて安定した配信ができています。あとはやっぱり生徒さんと顔を合わせながらクラスをするっていうのは結構重要で、私の場合はクラスの前半はクッキングのデモンストレーションだけで、後半に質問を受けたりとか生徒さんとやり取りをするんですけれども、やっぱりその前半の中でもクッキングをしながらデモンストレーションをしながら画面をチェックして、生徒さんの反応とかを見ながらその声のトーンを変えたりとか話す内容を変えたりしています。特にヨガやダンスレッスンの場合は生徒さんがちゃんとついていけてるかどうかを確認しながら行うのが重要だと思うので、やっぱりオンラインクラスは一方通行なライブ配信ではなくて Zoom で行うのがいいと思います。Zoom のセットアップ方法については来週の講義で詳しく説明したいと思うんですけれども、一つ Zoom で気をつけたいことは、Zoom のミーティングリンクを持っている人は誰でもそのミーティングにアクセスできてしまうんですね。なのでクラスに申し込んでいただいた方で、そのリンクを入手して、そのリンクをお友達とかにこんなクラスに参加するんだけど一緒にどうみたいな感じで転送してしまう恐れがあります。なので Zoom ミーティングを設定するときに
この待機室を有効化というところをチェックして、待機室を設けて、で、申し込んでいただいた時の名前と、あと Zoom の名前を確認して入室許可を出すようにしています。他に必要なコストとして結構重要なのがレッスン料の決済システムです。私は去年初めてヨガワークショップを、これはオフラインだったんですけれども、行った時に銀行振込でお支払いを受けていて、やっぱり銀行振込っていうのはネットバンキングを使っていないという方にとっては結構面倒ですし、あとやっぱりクレジットカードの方が簡単でポイントを貯めている方っていうのもたくさんいらっしゃるんですね。なので売り手の方で手数料がかかってもクレジットカードの対応というのはすごく重要だと思います。もしウェブサイトとか何もなくてオンラインクラスを始めたいということであれば、おすすめなのはこちらのベースというプラットフォームです。ベースは無料でネットショップが作れるプラットフォームになっていて、私は自分のウェブサイトが別にあるのでそんなに凝ったデザインにはしていないんですけれども、こういった感じのストアフロントになっていて、でこのストアフロントのデザインをいろんな形で変えることもできます。ネットショップ機能だけではなくて、アバウトページとかもあるので、クラスの内容を簡単に説明したりとか、先生の紹介をしたりとか、あとコンタクトフォーム、お問い合わせのフォームも作ることができるので、これだけでちょっとしたウェブサイトになります。でベースのプラットフォームを使ってどういうふうにオンライン教室の予約であったり支払いを受け付けるかというと、ベースの中に、デジタルコンテンツ販売という機能があるんですね。でこちらは写真データ、テキストデータ、音楽データなどのデジタルコンテンツを販売できるようにするアプリなんですけれども、それをうまく利用してオンラインのチケットを販売するような感覚で、こういった PDF のファイルですね。でこの中に、Zoom のリンクであったりとか、注意事項であったりとか、ミーティング ID、パスワードとか、あとはレシピも一緒につけていて、この PDF のファイルをお支払いいただいた方がダウンロードできるようになっています。でそういったデジタルコンテンツの販売っていう形にすると、例えば銀行振込であったり、カードの支払いであったり、ペイパルであったりとか、そういう別の決済を受けて、その支払いを確認して、で生徒さん一人一人にメールでご案内を送るっていう手間が省けます。なので、Zoom 開催の有料オンラインクラスの決済については、こういったデジタルコンテンツの販売という方法が非常におすすめです。ただし、ベースというプラットフォームは使ってみると結構問題がありました。一つは、リアルなものを発送するっていう場合は大丈夫なんですけれども、デジタルコンテンツの場合は海外の方の決済に対応できないんですね。で私のオンラインクッキングクラスは結構海外在住の方も多くご参加いただいているので、それだと結構致命的で、なのでベースは国内の方専用にして、ペイパルの2本立てで最初は決済を行っていました。あとはベースはクレジットカードの手数料が結構高いです。そして最後にファイルのダウンロードに期限がついていて、購入から3日以内になっているんですね。なのでファイルのダウンロード期間が切れてしまったので、ファイルを送ってもらえませんかっていうお問い合わせを結構いただいて、やっぱりご案内をお一人お一人に送る手間を省くためにそういう形をとっているのに、結局手間がかかってしまうという状況がありました。今は自分のウェブサイトで直接決済できるサービスで無料で、しかも手数料がベースより全然安くて、で海外の方ももちろん使えて、ファイルのダウンロード期限などもない、とてもいい方法が見つかったので、そちらは来週の講義の方で詳しくご説明したいと思います。今は ATEM ミニを自分で操作しながら、画面を切り替えながら撮影をしていて、操作自体はすごくシンプルなので、クラスをしながら画面を切り替えるってことはできなくはないと思うんですけれども、やっぱり一人は裏方で画面の切り替えをしたり、Zoom の入室管理をしたり、あとは
クラスがきちんと配信できるか確認するっていう人がいて、で、教える方は教えることに集中した方がいいと思います。で、私は旦那さんに裏方をやってもらっているんですけれども、こういったホワイトボードを準備していて、で、残り時間を教えてもらったりとか、あとはもうちょっと早く喋りすぎている時に、もうちょっとゆっくりリラックスして喋った方がいいとか、いろいろカンペを出してもらって、見ている方ではないとわからないことを伝えてもらうようにしています。今オンライン教室をしようと思っている方は、おそらくコロナ前は普通にお教室をやっていて、で、今の状況でオンラインに切り替えたいと思っている方がほとんどだと思うので、教えることに関しては慣れているし、問題ないと思っているかもしれません。でもオンラインだと、Zoom の使い方であったり、複数のカメラを使う場合であれば、そのカメラのアングルや画面の切り替えなど、本当に結構いろいろあるので、最低一度は家族や友人にお願いをして、投資でリハーサルを行うことをお勧めしたいです。それが難しければ最初はフリーレッスンにするとかでもいいと思うんですね。最初は何かしらアクシデントがあったり、うまくいかないこと、気づいていなかったことが出てきたりするので、やっぱりお金を払って時間を作って参加してくださる生徒さんのことを考えて、しっかりと準備をして臨んだ方がいいと思います。最後におまけとして、クラスを後から見直したいっていう方であったり、ライブで参加できなかった方で、クラスの録画を見たいっていう方も結構いらっしゃるので、クラスは録画しておくことをお勧めしたいです。後で動画を見られるようにしなかったとしても、その録画した動画を使って、映画のトレーラーとか予告編のような宣伝用のミニクリップを作ることができます。やっぱりまだまだ初めてオンラインクラスを受講するっていう方もたくさんいらっしゃいますし、どういう感じのクラスなのか覗いてみたいという方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういったミニクリップを作成して、SNS、Facebook とか Instagram とか YouTube とか、そういうところで宣伝用に公開するといいと思います。Zoom にも録画機能はあるんですけれども、こんな感じで画質は結構悪いんですね。ちょっと字とかも見にくいですし、顔の表情とかもすごくぼやぼやしてしまっていて、材料とかも綺麗に見えなくなっています。で、これをこういったフル HD の全然やっぱりクオリティが違うのが、画質のクオリティが違うのが分かっていただけると思うんですけれども、このフル HD のクオリティで録画する方法は、来週の講義の方で詳しくご説明したいと思います。いかがだったでしょうか？今日はオンラインクラスの始め方について、私が実際にオンラインクラスをしてみて学んだことをシェアしました。当たり前でしょということも結構あったと思うんですけれども、意外と見落としている点もあったんではないかと思います。繰り返しにはなってしまいますけれども、やっぱりオンラインクラスっていうのはスマホが1台あれば開講できてしまって、すでにオンラインクラスをされている先生っていうのもたくさんいらっしゃるので、その中で選んでもらえるオンラインクラスを提供するためには、やっぱりプロとしてハイクオリティな、クオリティが高いオンラインクラスを行うために、準備であったり、セットアップであったり、投資っていうのが必要になると思います。今日は大まかなステップをご紹介したんですけれども、来週土曜日11時からの Zoom 講義では、ATEM mini のつなぎ方であったり、あと Zoom の設定の仕方であったり、決済システムのセットアップ、録画方法などを詳しく説明していきます。ライブでご参加できない方でも、録画した動画を後からご覧いただけますので、ご興味のある方は下の概要欄のリンクから詳細をご覧ください。それでは、See you next time!